有珠山は、この360年間活発に活動を続けている活火山で、五島やカルデラ火山の一つである。五カルデラ火山とは、カルデラ形成後にカルデラ内部や外縁部に誕生する火山で、マグマ生成気候などがカルデラ形成噴火と何らかの関連があると考えられている。有珠山は、カルデラ形成噴火から約9万年の後にカルデラ外縁部に誕生した、いわば東亜カルデラ直系の子孫である。そのため、有珠山を語るにはまず東亜カルデラの形成を見る必要がある。東亜カルデラ形成以前、この付近では3度の火砕流噴出があった。そのうち2度はカルデラ形成よりはるかに遡る、約159万年前と約90万年前に起きたものである。それ以降、この付近は80万年近くにわたって火山活動がなく、静かな地域であった。約12万年余り前、東亜地域で急減不明の火砕流噴火が発生する。そして間氷期が終わり、徐々に気温が低下しつつあったおよそ11万年前、東亜地域で破局的噴火が発生する。なお、小猿川火砕流の噴出による陥没か、東亜カルデラの噴火前にはすでに小型の湖が存在した可能性がある。なぜなら、破局的噴火は、まずマグマ水蒸気爆発で始まった形跡があるからである。マグマ水蒸気爆発で開始した噴火により、火山灰は東方に降下した。分布が比較的広範囲であることから、初期はプリニー式噴火であった可能性がある。その後、再びマグマ水蒸気爆発によりベースサージが発生し、続いて大量の火砕流を噴出させた。南に進んだ火砕流は太平洋に突入し、北方はニセコ火山群を南北に分岐して流れ、そのまま日本海にまで流入した。大量のマグマの噴出によってマグマだまりの圧力が下がり、カルデラの陥没が始まる。陥没によりマグマだまり内の圧力が再度高まったことで、一旦低下していたマグマ噴出率が再び上昇し、複数の火口が開口し始めた。そして高いマグマ噴出率で大量の火砕物を噴出し、カルデラ崩壊のクライマックスを迎えた。こうして東亜カルデラの周辺には、広大な火砕流大地が形成された。また、火砕流に伴って発生した火山灰は、北海道のほぼ全域、東北地方の中南部にまで分布する。東亜火山灰と東亜火砕流を合わせた総噴出量は200立方キロメートルを上回る。東亜カルデラはその形成後、約6万年以上火山活動を休止する。長い活動休止期の後、約5万年前にカルデラ中央部に中島火山が誕生した。中島火山は、活動前期に7つの溶岩ドームと潜在ドームを形成した。活動後期には、火砕球で爆発的噴火も発生し、軽石を東方に堆積させた。
その後、さらに2つの大きな溶岩ドームを形成し、中島は現在の姿となった。中島火山が活動を終える約2万年前、カルデラの南縁からマグマ水蒸気爆発が発生し、有珠山の活動が始まる。その後、スコリア、火山灰、溶岩の噴出により、標高1000メートル程度の成層火山とドンコロ山スコリア丘を形成した。しかし、成層火山の形成後、有珠山の南西斜面が大規模に崩壊し、岩石雪崩が発生する。岩石雪崩は噴火湾に流入したため、流山は岬や小島となって残っている。その後、有珠山は長い休止期に入り、マグマ成分の変化が着々と進行する。1663年、有珠山は数千年の眠りから覚め、初めて歴史に登場する。この噴火から現在までが有珠山の一つの活動期とみなされるが、その最初にして最大規模のものがこの噴火である。8月13日頃から群発地震が続いた後、8月16日、最初の噴火、マグマ水蒸気爆発が発生する。そして8月17日、プリニー式噴火が発生し、噴火のクライマックスを迎える。この噴火の様子は、当時の松前藩主の手による幕府への報告書に記録されている。テフラが海上を埋め尽くし、巨大な噴煙柱が立ち上ったことがうかがえる。蝦夷の地に宇津というところがあります。この宇津というところの大山が噴火しました。7月11日から13日まで休みなく微震が続き、14日明け方、ついに噴火して地震はますます激しくなり、山は折り正しく明動し、灰を降らせました。この灰のためにお城の方海上2日時の間は川から約5キロ余りが陸地のようになり、それから沖の方も灰にうずもれていました。7月の末頃まで噴火が続き、山は10のうち8、9までが崩れました。この明動は山形県の庄内まで響いたということでございます。この噴火で11日から15日まで言葉で言い尽くせない雲が立ったそうでございます。また、弘前城下でもこの日の噴煙柱や火山内の記録が残されている。朝より北方から明動がある。その方向から白煙のようなものが天に立ち上れ、夕方にはますます振動が激しくなり、夜には北方の稲光が甚だしい。翌日まで頻繁に地震があった。爆発的噴火は8月末頃まで続き、総噴出量 2.5 立方キロメートルという膨大な量の火砕物を噴出した。山頂には直径2キロメートル弱の大型の火口が形成された。軽石は周辺に厚く堆積し、
火山灰は日高、十勝方面に堆積した。この噴火により、有珠山の周辺は不毛の地に変化し、周辺住民はこの地から離れざるを得なかったであろう。前回の大規模噴火により、有珠山周辺地域は荒廃し、一帯に居住する者は消えた。したがって、その後100年間の噴火の記録は残っていない。しかし、有珠山の北西に分布する噴出物が、前回の噴火から約30年後の17世紀末に発生した噴火の事実を示している。鮮明和噴火は水蒸気爆発から開始し、その後マグマ噴火に移行して噴煙柱を立ち上げ、軽石を降下させた。鮮明和噴火は、江戸時代の他の噴火と比べるとかなり小規模で、2000年噴火よりは大規模であったと考えられる。これ以後、歴史時代の噴火は20年から70年間隔で発生するようになる。1769年1月、地震が3日ほど続き、洞爺湖の水位が下がった後、噴火が発生した。高火火砕物の噴出に始まり、火砕流も発生した。火砕流は南東麓の集落を襲った。明和火砕流の分布範囲は広く、南東側だけでなく、南西及び北側の谷沿いにも分布している。しかし、有珠山の周辺には住民が戻りつつあったもののまだ少なく、噴火の規模に比べて被害は少なかった。有珠山は数十年ごとに噴火を繰り返すため、文字を持たないアイヌの民も有珠山噴火の伝承が可能であった。ことに、有珠山は噴火の前兆現象が明瞭である。噴火の前年の夏には、洞爺湖の水位が下がり始め、1822年3月、群発地震が3日続いた。アイヌの古老たちは、53年前の噴火の記憶により、これらが新たな噴火の前兆現象であることを察知した。この度の地震と昨年夏に洞爺湖の水位が著しく低下したこと、これらは先の小山噴火の際も同じであったとのこと。3月12日、噴火はプリニー式噴火により始まる。臼善光寺の関係者は、この噴火の様子を克明に記録している。8時頃、小山がしばらく鳴り動き、地から火を吹き出し、土煙を吹き上げ、霹靂、稲光の様、前代未聞、我を失いそうになるほどでした。噴火直後から和人の責任者は周辺住民に避難を指示したが、アイヌの人々はその指示が届く前に自主避難を始めていた。当初アイヌの人々は和人よりも慎重であった。避難先でアイヌの人々は全身に祈りを捧げた。悪人が有珠山を噴火させるので、全身に噴火を鎮めてくれるよう祈祷し続けたのである。3月22日、有珠山の噴煙がいくらか小さくなり、午後には季節外れの大雨が降り出した。アイヌの人々はこれをもって全身が悪人に対して優勢になりつつあると解釈し、避難先から大雨の中を歩いて阿武田集落へ帰っていった。ただ、集落へ帰還したアイヌの人々も、有珠山が完全に沈静化したとは認識しておらず、おそらく一時期間のつもりであった可能性が高い。3月23日朝、火砕流と火砕サージが阿武田集落を襲い、
6人の和人と72人のアイヌの人々が死亡した。噴火は4ヶ月以上にわたって続き、多数の高価火砕物と火砕流を堆積させた。群生火砕流は、有珠山の歴史上最も人的被害の大きい災害であった。そのため、有珠山のハザードマップでは、群生噴火と同規模の噴火を想定して危険区域を示している。1853年4月、有珠山の山麓で群発地震が始まった。日増しに振動が強くなり、地震発生からおよそ9日後に噴火が発生する。最初、火山灰や軽石などを噴出し、その後発生した火砕流が東側山麓を襲った。その後は、小康状態を挟みながらも噴火活動が続き、翌月になると沈静化した。規模の大きい危険な噴火であったが、周辺住民は31年前の悲劇を覚えており、噴火前から1年ほど遠くに退避していたため、人的被害はなかった。この噴火により、山頂花高原の東側が次第に隆起し、大臼溶岩ドームが誕生した。形成後の大臼について、当時蝦夷地沿岸警備中であった南部藩士が記している。この臼岳の形が変わったというのは、元の山はただの臼のようで、山の頂上はへこんで幽谷険峻な山であったが、このくぼみから大きな峰が湧き出たのである。その始まりは嘉永6年3月5日からで、夜昼となく鳴動し、次第に振動は強くなったが、15日昼ごろ一段と激しくなって地軸が砕けて、この山が微塵になってしまうのではないかと思うほどであった。このように振動が止まないうちに、突然大きな峰が湧いて出たのである。この山の大きさは田名部釜伏山くらいもあるだろう。一面に白煙が立ち上って、山の周りは赤く黒くまた黄色のところもあって、その素晴らしいことは筆に尽くしがたい。もっとも最初の頃はただ一面が赤く光って、今よりずっと見事であったということである。日露戦争の終結から5年後の1910年7月、臼山麓で群発地震が始まった。この知らせを聞いた飯田誠一室蘭警察署長は、地元村長などと協議し、署長決裁で山から 12km 以内の住民1万5000人に避難を指令した。25日深夜に、金比羅山の西部で噴火が始まったが、前日までに避難を完了していたため死傷者はなかった。世界初の噴火予知成功例である。噴火は金比羅山から源太沢に至る地帯で次々と発生し、45個の火口が開口した。また5カ所の火口から熱泥流が噴出し、北麓を流下した。飯田氏は後に次のように回想している。災いはいつ出現するか安せず、明日お待ちて今日爆発せばいかがするかと、世の所持せる参考諸冊を示したりしが、この根拠に承服し決行したるなり。噴火は2週間ほど活発で、3ヶ月後には収束した。この噴火でマグマが北麓線部に貫入し、地表を押し上げ、明治新山潜在ドーム、よそ見山が誕生した。この噴火から7年後、地元の青年たちが温泉の湧出を発見する。洞爺湖温泉の始まりである。その日は天気が良かった。自分と杉山、安西の3人が阿武田鉱山の採掘状況を見学しようと思い立って阿武田に出かけた。見学が終わって
帰り道湯が湧いて出ていることを聞いたが、それは自然に湧いて出ているのか、それとも西丸山火山の余熱のため湖水の水が熱せられてお湯になっているのか不明であるので、調べてみようということになった。湯気が出ている場所に来たので、自分は細道伝いに崖を下っていき、砂を掘ってみたり岩を取ってみたりしたら、熱い湯が湧いて出てきた。翌日また3人でツルハシやスコップ、寒暖計などを用意して現場に出かけた。そして掘り返してみると、依然として湯が湧き出てきたので、3人は完全に温泉であることを確かめた。やや頑丈な堤防を作って湧出する温泉をためて測定したら43度もあった。これで3人は温泉として立派に成り立つことを確認して、温泉利用の出願と堤防の借用を出願したところ、1ヶ月後に北海道庁から許可を受けるに至った。この発見者こそ、後に昭和新山の誕生過程を克明に記録し、有珠山噴火史に名を残すことになる三松正雄氏である。昭和18年12月28日、戦争に明け暮れた今年も残るはあと数日。新年を祝うため、町の人々はわずかな配給米で心ばかりの餅つきなどをしていた。午後7時ごろ、突然異様な地震を感じた。初心の短い上下動である。気に求めなかったが、10分から15分ごとに次々に起こった。明治43年の臼火山の活動の経験から、これは臼火山がまた活動を始めたのではないかなと思い、右往左往して不安がる人々を鎮め、経過を見て行動するように進めた。1943年の末に臼山周辺で始まった群発地震は、翌1944年に入ると登録の地下に震源を集中させた。マグマの上昇が山頂火口から外れ始めたのである。合わせて登録の地盤隆起が始まり、6月中旬には隆起量が50メートルに達した。そして6月23日、登録の麦畑から水蒸気爆発が発生した。7月に入ると活動は一段と激しくなり、マグマ噴火へと変化した。以降、10月の末までに十数回の顕著な爆発とともに地盤の隆起が続き、元の畑地は海抜250メートルほどの屋根山となった。そして11月中旬、屋根山中央部からピラミッド状の溶岩が現れ、徐々に上昇して溶岩ドームを形成した。屋根山と溶岩ドームはその後も成長を続け、終戦直後の1945年9月にようやく沈静化した。昭和新山の誕生である。昭和新山の形成過程は、地元の送別郵便局長、三松正雄氏の観測によって詳細に記録された。中でも、昭和新山の成長過程を一枚の図に表した資料は、戦後の万国火山会議で報告され、三松ダイアグラムとして大いに称賛されることになる。私はできるだけ時間を作り火山と取り組んだ。何しろ千載一遇の機会、天地創造の神秘が目の前で展開されているのである。平和な時代の出来事で多くの学者が観測に取り組んでいるものであれば、私は第三者として興味本位に目撃したまま見過ごしていたであろう。が当時は
貴重な現象が日々起こっているのに、それを見届ける者もいないまま終わってしまうかもしれないのである。私はただただ使命感にとらわれて記録を取り続け、送り続けた。活動が終わってほっとした時には、私の手元に莫大な記録とスケッチと昭和新山研究家という名前が残っていた。1977年8月6日未明、有珠山は火山性地震を起こし始めた。そして、地震発生からわずか32時間後の日曜日の朝、大規模な軽石噴火が発生した。噴煙は、快晴の青空を音もなく上昇し、やがて、火山内の威圧的な大音響が響き渡ったという。次々と湧き上がる噴煙柱は、ついに高度1万2000メートルの見海面に達し、有珠山の東方広い範囲に降灰をもたらした。江戸時代の4度の大噴火以来となる本格的プリニー式噴火であった。前兆現象の発生からわずか1日後の噴火であったため、周辺住民はまだ避難しておらず、覆いかぶさるような巨大な噴煙柱を呆然と見上げていたという。3度目のプリニー式噴火の後、周辺住民にようやく避難命令が発令され、避難完了後に4度目のプリニー式噴火が発生した。その後も水蒸気噴火やマグマ水蒸気噴火を繰り返しながら、翌1978年10月まで噴火が続いた。この噴火により、山頂には有珠新山潜在ドームが形成された。この噴火は、本格的なマグマ噴火であったにもかかわらず、大規模な火砕流は発生せず、噴火そのものによる死傷者は出なかった。噴火規模と災害規模は必ずしも比例しないのである。しかし、噴火収束後に発生した火山泥流により、3人が犠牲となった。1663年に始まる有珠山の噴火活動は、マグマ組成から一つの活動期と考えられる。そのため、歴史時代の噴火には多くの共通点がある。また、噴火前には火山性地震や地殻変動などの明瞭な前兆現象があり、反対に活動時以外は一度もそのような現象を起こしたことがない。そのため、有珠山は嘘をつかない山と言われる。噴火前は粘性の高い流紋岩質及びデイサイト質マグマが周囲の岩石を破壊しながら無理やり上昇するため、噴火前に激しい地震活動と地殻変動が発生する。有珠山の噴火は、マグマの発泡が一度に起こる爆発的噴火からスタートする。発泡後のマグマはさらに粘性を増すため、上昇中に著しい地殻変動を引き起こし、最終的には溶岩ドームまたは潜在ドームとして新山を形成する。2000年3月27日より地震活動が活発化する。28日、壮別町役場で第1回解説会が開催された。噴火に至る確率について、北大有珠火山観測所の岡田博夢教授は、有珠山では過去7回こういう前兆地震の活動をして噴火しなかったことはなく、噴火する可能性は7分の7であると説明し、地域住民に噴火への備えを促した。その言葉の通り、29日朝には、群発地震の数、規模、ともに著しく急増した。気象庁は、噴火前としては史上初となる緊急火山情報を公表した。また、午後には、
伊達市、阿武田町、壮別町が避難勧告を発令。その日のうちに避難指示に変更し、9000人以上の住民が避難した。3月31日13時7分、西山山麓斜面で爆発が始まり、低い噴煙が上がり始めた。該当区域の住民避難はすでに完了していた。翌4月1日、金毘羅山の中腹から噴煙が上がり、火口が形成された。その後、西山山麓と金毘羅山山麓では、相次いで火口が形成される。避難指示以上に困難を極めるのが避難解除である。噴火活動の低下傾向が見られてからは、火山噴火予知連絡会の見解や、現地対策本部への火山学者の助言に基づき、数ヶ月かけて、順次、避難指示、勧告は解除されていった。死傷者を出さず、かつ速やかに避難を解除するという難しい課題を克服したのである。2000年噴火の規模はごく小さく、マグマの噴出も微量であった。噴火開始当初に危惧されていた火砕流も発生することはなかった。しかし、居住地付近で起こった噴火と地殻変動であり、インパクトは大きかった。この噴火は、噴火開始時など、死者が出かねない場面もあったものの、事前避難も成功しており、結果的には死傷者を出すことなく収束した。しかし、これをもって、火山噴火は現代においては予測可能なものだと安心するのは早計である。死傷者ゼロの達成は、専門家の判断が迅速、的確であったことはもちろんのこと、有珠山が日本で最も研究の進んでいる火山の一つであり、かつ噴火の前兆現象が歴史の例から逸脱しないものであったこともその要因である。一方、同年に噴火した三宅島では、避難勧告が全面解除された後に噴火が発生、先頭避難が必要となる規模にまで活発化し、噴火予測の困難さを改めて知らしめることとなった。マグマ噴火であっても予測は困難であるから、まして、水蒸気噴火を事前に予測することの困難さについては、2014年の御嶽山や2018年の本白根山の例の通りである。また、2000年噴火は、歴史時代の有珠山噴火の中で最も小規模なものである。この成功例をもって、有珠山噴火とはこのようなものだ、この程度のものだ、と考えることはできない。有珠山は30年ごとに噴火する、と俗に言われる。1663年の大噴火に始まる歴史時代の有珠山は、まさに20年から70年に一度の間隔で噴火を繰り返している。この歴史時代の活動期は、今後、緩やかに収束へ向かい、将来的には、また長い活動休止期に入ると思われる。しかし、一定間隔での噴火は、まだしばらく続くであろう。